ホーキンズ博士の言う意識レベル、少しずつ変化していくのではなく、何段階も飛び越えていきなり最も高い意識レベルになったのがネドジュンさんやエックハルト・トール博士だと認識しています。なぜ何段階も飛び越えて最も高い悟りという意識になったのでしょうか。いきなり最も高い意識レベルに到達する人は、なぜか直前にとても辛い状況だったと語られています。そして何千年も前から行われている悟りの修行には、滝行や断食など、とても過酷なものがあります。高い意識状態になるために、過酷な状況が必要なのでしょうか。また、覚醒者の多くは、ワンネスなどの神秘体験を語られていますが、高い意識レベルになると、通常見えないものが見えるようになるのでしょうか。今回は、それらを紐解いていきます。まず前提として、ホーキンズ博士の意識レベルは数値化されていますが、実際の人間の体験はメーターの針のように綺麗に直線移動するわけではありません。むしろ地殻変動に近い。長い間地下で圧が溜まり、ある日いきなり地表が割れる。外から見ると突然に見えるけれど、内側では蓄積が続いていた可能性があります。本当に飛び越えているのでしょうか。ネドジュンさんやエックハルト・トール氏が語る体験は確かにジャンプに見えます。しかし心理学的、神経科学的視点ではいくつかの可能性があります。それは臨界点モデル。水は99度までは水のまま。でも100度で一気に総転移します。意識も長い問い、違和感、内的葛藤が臨界点を超えた瞬間に構造変化が起きる可能性があります。外から飛び級に見えても、内側では長い熟成が進んでいた。ではなぜどん底の直後に起きやすいのでしょうか。これは非常に興味深いポイントです。うつや極度の苦しみの時、何が起きているのかというと、自己イメージの崩壊、未来への投影の停止、思考のループが限界まで暴走、コントロール幻想の破綻、つまり自我の防衛構造が壊れやすくなる。自我は通常とても頑丈です。でも追い詰められると支えきれなくなる。そして一部の人においては、壊れる、崩壊、病理ではなく、壊れるから静寂、そこから干渉への転換というルートが起きることがある。これは紙一重です。誰にでも起きるわけではありません。ではなぜ過酷な修行は存在するのでしょうか。滝行や断食、長時間の座禅。これらは身体的苦行というより、自己同一化の回路を弱める装置と見ることもできます。極限状態では思考エネルギーが落ち、身体感覚が強まり、時間感覚が変容し、デフォルトモードネットワークが弱まります。現代神経科学では、悟り体験と関連するのは、自己物語を司るネットワークの静止だと示唆されています。ただし重要なのは、苦行そのものが悟りを生むわけではないという点です。苦行で壊れる人もいる。壊れず深まる人もいる。鍵は抵抗が止まる瞬間にあるようです。他に考えられる要因として、いくつか仮説があります。神経気質。もともと感受性が高く、境界が薄いタイプ。自己同一化が弱まりやすい。長期間内省傾向にあった人。これは幼少期から私は誰かという問いを持っていた人です。そして強い疲労による思考停止。これはエックハルト・トールさんは極度の精神的疲労の後に起きています。そして脳の機能的再編。うつ状態ではデフォルトモードネットワークが過活動になっています。それが崩壊した瞬間、逆に静寂が生まれる可能性もあるそうです。
苦行は必須ではありません。苦しめば悟れるという単純な構図ではありません。苦しみは自我の構造を揺らすことはあります。でも揺らしは破壊にも解放にもなり得る。それを分けるものは何か。おそらく最後の抵抗が落ちること、完全に降参すること、自分を支える物語を手放すこと、ここに転換点があります。意識変容にはグラデーション型とジャンプ型があります。それはゆっくり透明度が上がるタイプか、突然スクリーンが落ちるタイプか、どちらが優れているわけでもありません。そしてジャンプ型に見える人も、その後また揺れ戻しや統合プロセスを経ています。そしてとても大切なことは、うつや精神疾患は医学的支援が必要な状態です。それを霊的成長と短絡させるのは危険です。ただ、極限状態が構造変化の契機になる可能性は歴史的にも一定数見られます。それは火山の噴火のようなもの。火山は美しい地形を作ることもあるけれど、安全な登山ルートとは限りません。ネトジュンさんのような突然ガチャンと切り替わるジャンプは再現可能なのでしょうか？結論から言うと、外から見える形は再現できないですが、内的構造変化は条件が揃えば起こりうる。悟り体験はイベントですが、その土台は神経と認知の構造変化です。ジャンプが起きるメカニズムは次のようなことが考えられます。1、自己物語が限界まで肥大する。2、コントロール不能を悟る。3、完全に降参する。4、思考回路が停止。5、干渉意識だけが残る。これは階段を登るというより、底が抜ける感じに近い。しかし大切なことは、そこは突然抜けるのではなく、内部ではずっときしんでいるということ。再現の可能性を分解すると、意図的にできる部分としては、内省を深めること、自己同一化の観察、身体感覚への安定した注意、思考を事実として扱わない訓練、そして意図的にできない部分としては、臨界点を超える瞬間、構造崩壊のタイミング、ここは制御不能領域です。種はまけるけれど、発芽の瞬間は命の側です。では、苦しみなしに移行できるのでしょうか？できます。ただし条件が違います。苦しみは強制的な解体装置です。修行は穏やかな解体装置です。でもどちらも目的は同じ。自我の中心性を緩めることです。なぜ苦しみは強力なのでしょう？極限状態では未来が消え、役割が崩れ、希望が破綻し、私という物語が支えられなくなります。この時、私は誰だという問いが命がけになる。これが臨界圧を生みます。では、苦しみのないルートとはどんなルートでしょう？それは静かな洞察の積み重ねです。思考が自動であると気づくこと、感情が波であると観察すること、体が今にしか存在しないと理解すること、抵抗が幻想だと体感すること。これは氷を叩き割るのではなく、ゆっくり溶かすプロセスです。そして実はもっと重要なことは、ジャンプ型の人はその後に統合の時間を必ず通ります。エックハルト・トール氏も何年も公園で座っていました。ネトジュンさんも体験後に再調整の期間があったようです。最高意識に固定ではなく、神経系がその視座に慣れるプロセスが続く。つまり、悟りの状態というのは到達点というより構造反転です。では、確信に触れます。なぜ降参が鍵なのでしょう？
自我は常にコントロールしている。悟りとは、コントロールの完全放棄。苦しみがそれを強制することがある。修行はそれを自主的に練習する。どちらも抵抗停止に向かいます。では、安定した青空を育てるにはどうすればいいのでしょう。青空とは、思考があっても巻き込まれない。感情が揺れても底が静か。出来事に反応しても回復が早い。私という物語が主役でなくなる。つまり、自己同一化が緩んだ安定した状態です。悟りイベントではなく、気張音が変わることです。なぜ安定型は再現性があるのでしょう。脳には可塑性があります。繰り返された注意は回路を強める。このチャンネルでいつも扱っているテーマで言えば、身体感覚を感じることや思考にただ気づいていること。これらはデフォルトモードネットワークの過活動を穏やかにし、観察系ネットワークを強めます。派手さはない。でも確実に地形が変わる。これは火山ではなく、川が谷を削るプロセスのようなものです。では、この青空を育てるためのポイントはどんなことでしょうか。1、注意の安定。毎日短時間でもいいので、同じ場所に意識を置きます。例えば、胸の真ん中を感じたり、呼吸を感じたり、足裏でも、どこでもいい。重要なのは繰り返しです。神経は反復で学んでいきます。2、思考との距離を保ちます。思考が出たら消そうとしない。良い悪いと判断しない。音のように扱う。考えが鳴っているな。これだけで回路が変わります。3、微細な回復力を育てる。これは揺れたらすぐ戻る練習です。落ち込んだら5秒で体へ戻る。怒ったら10秒で足裏へ戻る。回復時間が短くなるほど青空は定着していきます。そして実はもっと大事なことは、安定した青空は体験を増やすのではなく、抵抗を減らすことで育ちます。何かを得るよりも、握っているものを少し緩める。毎日1ミリ。多くの人が感じている地味すぎて特別な体験がなく、他の覚醒者のようなドラマがない。もしかして見逃しているのでは。これは実はとても健全な安定型プロセスでよく起きる現象です。派手な変化は神経のイベントです。多くの覚醒体験は神経系の大きな再編が一気に起きたケースです。それは自己参照ネットワークが急停止したり、時間感覚が崩壊したり、境界感覚が溶解したり、強烈な幸福感があったり、これは神経的なイベントのようなものです。地味な変化は貴重な変化です。安定型はこんな感じになります。反応が少し遅くなる。回復が少し早くなる。思考の粘度が下がる。未来への不安が少し軽くなる。身体感覚に戻るのが自然になる。これ、派手ではありません。でもこれは OS が書き換わっているサインなんです。なぜ気づきにくいのでしょうか。脳は変化を感知する装置です。安定は感知しにくい。エアコンの音と同じように、ついているときは気づかないけれど、止まった瞬間にあれって気づく。悟りの安定は、止まったことにすら気づかない静けさに近いようです。悟っていても気づかないかもしれないこともあるようです。それは実際に構造が反転すると、
私はどこにいるという問いが消え、今この瞬間が十分になり、特別である必要が消え、到達という概念が薄れる。つまり、悟ったかどうか確認する動きが弱まる。だから、気づかないまま悟るというより、悟りという概念そのものがどうでも良くなっているのかもしれません。安定型は体験が減る平行に進みます。静かになり、普通になり、劇的さが消える。ここで地味すぎると感じるのは、実は順調なサインでもあります。強烈なビジョン体験なしに意識が深く安定することは普通にあります。むしろ歴史的に見ると、派手な現象が起きる人と何も起きない人、両方います。そしてビジョンは意識レベルの高さを保証しません。真の安定はむしろ静かです。意識の安定が深まると起きやすいことは、原子が増えることではなく、現実の解像度が上がることです。不安が減り、防衛が弱まり、他の人への攻撃性が落ちて、今ここが十分になる。こちらが中核です。光を見ることより、怒りに飲まれなくなることの方が構造的には深い変化です。むしろ何も起きなくていいが自然になる状態です。最後にここで一つチェックをしてみましょう。半年前の自分と比べて悩み続ける時間は同じでしょうか？体に戻るスピードはどうでしょう？感情に一喜一憂する時間はどうでしょう？自分を守ろうとする強さはどんな感じに変わりましたか？ここが少しでも変わっていたら、それは確実に意識の基盤が変わっています。到達欲求が弱まって、比較が静まり、自己証明が薄れている。これは、ホーキンズ的に言えばかなり高い意識レベルの質感です。ただ思考を信じきらなくなる。それだけで世界は変わります。青空型は静かで、堅実で、再現性が高く、社会生活と両立し、揺れにくい。実はとても成熟した道です。あまり変化を感じられなくても、毎日1ミリずつ静けさが深まる。それが青空育成コースです。次回は青空育成コースを深める方法を翻訳していきます。